こんにちは、翔平です。今日の日本株式会社物語は武田薬品工業です。大阪土商網の薬種商ののれんから始まり、今は世界の研究開発競争に立つ製薬会社です。物語は1781年、大阪の土商網から始まります。初代の武田長兵衛が和漢学を扱う商いを始めました。ここには薬を売れば終わりではない商いの空気があります。薬の商いに必要なのは品物だけではありません。品質、誠実さ、約束を守る姿勢、健康に関わる商いだからこそ信用が土台になります。武田の長い歴史を見る入り口はまずここです。時代が進むと薬は商いから研究と製造の産業へ変わります。武田も研究所、工場、販売網を整え、近代製薬会社へ歩みました。のれんの奥に研究と品質管理の時間が重なっていきます。長く日本の大手製薬会社として知られた武田は、やがて世界市場へ重心を広げます。病気に国境はなく、薬の開発競争も世界で起きます。国内の強さだけでは次の成長を語りきれなくなりました。大きな転機は2019年です。武田はシャイアの買収完了を公表し、グローバルな研究開発型バイオ医薬品企業として規模を広げました。老舗の薬屋が世界地図の上で戦う形へ変わった瞬間です。買収は売上や地域を広げるだけではありません。研究領域、人材、パイプライン、財務負担も一緒に引き受ける大きな決断です。会社の可能性を広げる一方で、背負う荷物も重くなります。武田は、がん、消化器、神経精神、希少疾患などを重点領域としてきました。加えて軽症分が製剤やワクチンにも投資します。製品名を追うだけでなく、どの病気の領域に資源を置くかを見ます。薬は研究から患者さんに届くまで長い時間がかかります。試験、試税、審査、安全性確認を経て、ようやく使われる可能性が出ます。研究室の時計と投資家の時計は同じ速さでは進みません。だから、開発中の薬については必ず発売されるとは言いません。申請、優先審査、準備、予定という表現で慎重に見ます。期待は物語を動かしますが、承認はデータと審査が決めます。製薬会社には特許切れという大きな波があります。独占期間が終わると競合品が入り、収益の柱が弱くなることがあります。強い薬を持つことと、その強さがいつまで続くかは別の問題です。その波を超えるために、新しい薬や成長製品が必要になります。既存品の減少を次の柱がどこまで補えるか、ここに製薬会社を見る面白さと難しさがあります。ここで翔平の小さな帳簿を開きます。武田の数字には世界製薬としての大きさと入れ替わりの難しさが現れています。売上だけでなく、利益、現金、負債の並びを見ます。2026年3月期、つまり2025年度の売上収益は4兆5057億円でした。前年より 17% 減少しています。巨大な売上でも特許切れや為替の風は避けられません。同じ期の営業利益は4088億円でした。報告ベースでは前年より増えましたが、背景には費用や償却の変化もあります。当期純利益は1918億円でした。世界規模の製薬会社では売上だけでなく利益、現金、負債も同時に見ます。大きな会社ほど数字の一項だけで判断しにくくなります。非 IFRS のコア営業利益は1兆1725億円でした。武田は本業の見え方を説明するためにコア指標も示しています。2026年度の会社予想では売上収益4兆6400億円、営業利益4200億円、当期純利益1660億円です。予想は地図ですが、地図は転機まで保証しません。2025年度の売上減少には、バイバンスの独占期間終了が影響したと説明されています。特許の時間は製薬会社の収益を大きく動かします。薬の事業と会社の次の柱は常に競争しています。一方で成長製品や発売品がその逆風を一部和らげました。古い柱から新しい柱へ会社は橋を架けようとしています。
その橋が太くなるか細くなるかを字の決算で見ていきます。武田は複数の後期開発品について進展を示しています。ただし、承認や上市は各国の審査とデータに左右されます。パイプラインは未来の候補であって、確定した売上ではありません。ナルコレプシータイプ1に関する候補薬では、米国で優先審査が付与されたと説明されています。発売準備という言葉は承認保証ではありません。血液疾患に関する候補薬でも、米国で優先審査が付与されたと説明されています。ここでも医療上の結論は資料の範囲を超えません。投資家は期待とリスクを同じ机に置いてみます。感染に関する候補薬では、2026年の申請計画と2027年前半の発売準備が示されています。計画は変わる可能性があります。だから進捗データ、審査の順番を確認します。国が変われば、審査制度、価格制度、医療保険、競合環境も変わります。世界企業になるほど管理すべき変数は増えます。シャイア買収で規模は広がりましたが、財務管理も重要になりました。負債を減らしながら研究開発と株主還元を続ける必要があります。大きな買収の物語は完了日では終わりません。武田は調整後フリーキャッシュフローも重視しています。製薬会社は研究投資が大きいため、現金を生む力が将来を支えます。株主還元も見られます。ただし配当だけを見ていては足りません。利益、現金、負債、研究投資とのバランスが大切です。2026年5月にはアメリカのアミティザ関連反トラスト訴訟で陪審評決があり、武田は2025年度の連結財務諸表を修正する予定だと説明しました。ただし、最終的な負債額は未確定で、好業績には影響しないとも説明しています。世界企業になっても、薬の最後の場所は患者さんのそばです。大きな数字は医療現場の小さな変化につながって初めて意味を持ちます。だから数字と患者の距離を忘れずに見ます。投資家が見る鍵は、特許切れの影響、新製品の成長、パイプライン、財務レバレッジ、為替規制、研究開発投資、そして訴訟や引き当て金です。どれか一つではなく、時間軸で分けます。一つ目のリスクは、特許です。独占期間の終了は、収益の柱を短期間で変えることがあります。強い薬ほど、期限の後に来る波も大きくなります。二つ目は、開発リスクです。後期試験まで進んでも、期待通りの結果や承認につながるとは限りません。希望の物語と承認までの道のりは分けて考えます。三つ目は、グローバル運営です。買収後の統合、規制、為替、人材、供給も世界に広がるほど管理は複雑になります。今日の鍵一つ目、武田薬品工業は土生町の薬種商から始まった老舗製薬会社です。長い歴史の島には薬を扱う信用の商いがあります。二つ目、シャイア買収を経て世界規模の研究開発型バイオ医薬品企業へ大きく姿を変えました。三つ目、製薬会社を見るときは、売上の大きさだけでなく、特許切れ、パイプライン、財務、訴訟リスクを一緒に見る必要があります。未来は一つの数字では読めません。武田の物語は、長い歴史と大きな変化が同居する物語です。古いのれんを守りながら、世界の研究競争へ踏み出しています。老舗でありながら、常に次の薬を探し続ける会社です。次に武田を見るときは、どの薬が古い柱で、どの候補が次の柱になろうとしているのかを見てください。20話までの旅は、通信上、機械、空気、素材、薬へと、会社の見え方を少しずつ変えてきました。数字の裏側には、いつも人と社会を支える仕組みがあります。上杉翔平でした。次のショーでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本企業物語もお楽しみください。